南米コスタリカのジャングルで出会った黒い悪魔、軍隊アリ。数百万という大軍で辺り一面を覆い尽くし、出会った生き物すべてに襲いかかります。突然現れた軍隊アリに森中がパニックに。彼らにとって動くものすべてが攻撃の対象。獲物となった生き物はすべてバラバラに解体され、巣へと運ばれます。獲物を運ぶ隊列は時に100メートル以上にもなるといいます。しかしこの大軍が身を休める巣は一体どこにあるのでしょう。我々は地面に伸びる黒いラインをたどることにしました。そして驚くべきものと遭遇したのです。取材班はジャングルの中、道なき道を突き進みます。そして今回協力してくれた研究者の足がピタリと止まりました。ここだよ。ここが軍隊アリがキャンプしている場所だ。大きな倒木の陰に作られた軍隊アリの巣。それを見た瞬間、私たちは目を疑いました。驚くことに巣は軍隊アリ自身の体でできていたのです。1000万匹ほどの軍隊アリがここに密集し、巣を作り上げているといいます。一体この中でどんな暮らしをしているのでしょう。そこで特殊なカメラを使い、じっくり撮影していくことにしました。この巣は無数のアリたちが足と足をつないで作る、いわば天然のバスケット。働きアリたちは自らの体で女王アリや卵を守っていたのです。しかも彼らはお互いの足の間隔を広くしたり狭くしたりすることで巣の温度を一定に保っているといいます。巣になっているアリたちは持ち帰った餌を口移しで与えられます。この巣は2週間もすれば他の場所に移動するといいます。その理由がこれです。巣から崩れ落ちた黄色のおびただしい粒は全て軍隊アリのさなぎです。誕生したか弱い卵が移動に耐えられる丈夫なさなぎになるまで2週間が必要なのです。しかし軍隊アリが2週間で本拠地を移動する理由はもう一つありました。軍隊アリは2週間ごとに移動と定住を繰り返します。彼らは優秀なハンターであり、1箇所に居続ければ生き物を全て食べてしまうんです。森のバランスを守るためにも絶えず移動と定住を繰り返さなければならないのです。この群れも近いうちに移動をするでしょう。数日後、その予測は的中しました。真夜中にアリたちが動き始めたのです。生きた巣が新天地を求めて旅立つ時が来たのです。大移動はおそらく日没から開始されたはずです。我々が駆けつけた時、あの1メートルほどもあった巣はすでにその半分ほどがこの場所を後にしていました。働きアリの手で次々にさなぎが運ばれていきます。まるでコンピューターで制御されているように作業は滞ることなく続けられます。巣を作っていたアリたちは今度は道を確保するために自分の体を使って吊り橋を作り上げています。まさに自然の芸術。その徹底的なハンティングのため一つのところにいることができない軍隊アリ。森の昆虫たちを食べ尽くさないため、はるか昔からこのような移動を繰り返しているのです。そして夜明け近くになり、1000万匹の大移動はいよいよ終盤、クライマックスを迎えていました。巣から続く軍隊アリの黒い列に変化が現れたのです。
あの大きな牙を持つ兵隊アリたちが集まり慌ただしく動いています。一体どうしたのでしょうか。アリのカーテンの中を白いものが移動していきます。実はこれが女王アリなのです。女王アリは一つの群れにたった一匹しか存在しません。護衛についたアリたちはその姿を隠すよう静かに、そして大切に運んでいます。女王アリは選ばれた1匹のオスアリと交尾し、一月におよそ400万個の卵を産みます。この強大な軍隊アリの帝国は全て彼女の子供たちなのです。翌朝、巣のあった倒木はもぬけの殻になっていました。それはまるで一つの町が消えたよう。1000万匹の大移動は開始から実に10時間をかけて完了したのです。一箇所にとどまれば全ての生き物を食べ尽くしてしまうと言われる軍隊アリ。凶暴な集団とはいえ、もし彼らがいなければ森のバランスは崩れてしまうといいます。ジャングルの命を明日につなぐため、軍隊アリは今日もジャングルのどこかで行進し続けています。